こんにちは。データ構想とアルゴリズムシリーズへようこそ。今日は単一目的地最短経路問題についてわかりやすく説明します。まず、最短経路問題というのは何だと学びましょう。これはグラフ理論とアルゴリズム設計における基本的な問題の一つです。グラフ内で合計コストが最小となる経路を求めることを目的とします。グラフには次のようないろいろな現実世界を表現できます。例えば、都市間の道路、コンピュータネットワーク、物流システム、あと、作業や依存関係です。辺にはいくつかの特徴があります。1番は重み付きです。重み付きには距離、時間とコストを考えます。次は重みなしです。それにはすべての辺に同じコストです。では、最短経路問題の種類について調べてみましょう。1番は単一視点最短経路です。2番は単一目的地最短経路です。3番は全天体最短経路です。次、単一目的地最短経路の定義です。単一目的地最短経路というのは、すべての頂点からある一つの目的地までの最短経路を求める問題です。じゃあ、数学的な定義を調べてみましょう。与えられるものは、グラフは G イクルと V と E ようになります。重み関数は W、U と V です。目的地頂点は T です。求めるものは list V と T はすべての頂点 V から目的地 T までの最短距離を表すことです。次、特徴です。1番は目的地は一つだけです。2番は他のすべての頂点が出発点となります。目的地までの最小コストを消費します。次、現実世界での応用例について見てみましょう。1番は交通システムにある病院や空港への最短経路探索です。2番はコンピュータネットワークにある中央サーバーへのデータ転送経路です。3番は物流とか供給網にある配送拠点への最低的な経路です。最後にゲームとか AI にある複数のキャラクターが同じ目標へ移動することです。次、使用される主なアルゴリズムについて話しましょう。単一目的地最短経路問題には、既存の最短経路アルゴリズムに変換して
解決されることが多いです。これの一般的な方法は、グラフの辺を逆向きにすることです。目的地を視点として扱います。基地のアルゴリズムを適用します。今、ダイクストラ法アプローチについて話しましょう。これの基本的な考え方は、一つの視点からすべての頂点への最短経路を求めるアルゴリズムであります。単一目的地の場合は、すべての辺の向きを反転します。それに目的地を視点として設定します。あと、通常のダイクストラ法を実行します。これの重要な制限は、ダイクストラ法はマイナスの重みを持つグラフには適していないことです。なぜなら、一度確定した最短距離が変更されないと仮定しているし、マイナスの重みがあると、この仮定が成立しません。ここにある使用条件は、すべての辺の重みが0以上です。それに、大規模グラフでも高速です。じゃあ、ベルマンフォードは次のアルゴリズムの話になります。まず、基本原理について見てみましょう。ベルマンフォード法は、すべての辺を繰り返し緩和して最短経路を求めることです。これの利点について言うと、マイナスの重みを扱うの可能性があります。あと、マイナスの経路を検出できます。じゃあ、単一目的地の適用を調べてみましょう。適用というとは、辺を反転するし、目的地を視点として実行することです。これの欠点を調べたら、計算量が多いし、あとダイクストラ法より遅いですよ。次、重みなしグラフにおける幅優先探索について見てみましょう。ここにすべての辺の重みが同じ場合は、最短経路と通過する辺の数が最小の経路であります。これの方法を見ると、辺を反転するし、目的地 BFS を実行するし、あとレベル数が距離となります。これは重み付きグラフでは使用不可能性です。次、アルゴリズム選択基準について見てみましょう。適切なアルゴリズム選択は、正確性と効率に直結します。これの主な判断基準をチェックしてみましょう。1番目は、辺の重みの種類です。重みなしグラフなら BFS です。皮膚の重みならダイクストラアルゴリズムです。マイナスの重みあったらベルマンフォードアルゴリズムです。2番目はマイナスの経路の生むことです。検出が必要ならベルマンフォードアルゴリズムです。それにダイクストラ法は検出不可能ことなんですよ。3番目は
グラフの規模です。大規模の時、大クストラ法です。あと、小規模や理論研究の時、ベルマンフォード法です。4番目は、処理速度と汎用性です。高速性重視ならダイクストラ法です。条件対応重視ならベルマンフォード法なんですよ。次は計算量の比較の話ですね。この表は代表的な最短経路アルゴリスムについてどのぐらいの時間とメモリが必要かを比較したものです。アルゴリスムを実行するときに必要な時間の大きさとメモリの大きさについて確認します。この表にある O というのはビッグ O、つまりデータの数が増えたときに処理時間がどのぐらい増えるかを表します。V というのは頂点の数を表します。この場合は頂点の数は4です。E というのは H、つまり辺の数を表します。幅いう先端策にはこのぐらいの時間がかかります。あと、メモリは OV だけ必要です。ダイクストラ法にはヒープを使うため、ログ V の計算が必要です。ベルマンフォードには時間計算量はこのようになります。じゃあ、小規模グラフによる例を見てみましょう。このグラフには A、B、C と D の頂点があります。今回の目的地は D です。つまり、すべての頂点から D までの最短距離を求める問題です。通常のダイクストラ法は支点から他の頂点までの最短距離を求めるアルゴリスムなのに、今回はすべての頂点から目的地 D まで最短距離を求めたいので、すべての辺の向きを反転します。B から A まで重みは一つです。C から A まで重みは4つです。C から B まで重みは2つです。D から B まで重みは5つです。D から C まで重みは1つです。これによって D を支点としてダイクストラ法を使うことが可能性になります。ここから反転したグラフ上で D を支点としてダイクストラ法を行います。D は支点なので D から D まで距離は0です。D から C まで重みは一つの辺があります。他に D から C まで行く経路はないため、この距離が最短です。これによって C から D までの最短距離は一つです。D から B まで重み5つの直接の経路があります。でも D から C まで行って C からまた B という経路もあります。D から C まで1つです。C から B まで2つです。合計は3つです。
5つより3つの方が小さいため D から C に行って C から B に行くことは最短経路になります。これによって B から D までの最短距離は3つです。D から A まで行くときに D から C まで行ってそれからまた A まで行きます。それは D から C まで1つです。C から A まで4つです。合計は5つです。これは1番目の方です。2番目の方は D から C まで行って C から B まで行って B から A まで行くことです。そこで D から C まで1つです。C から B まで2つです。B から A まで1つです。合計は4つです。5つより4つの方が小さいため D から A まで行くために2番目の方はもっといい最短経路になります。それによって A から D までの最短距離は4つです。皆さん、今日のレッスンの最後に来ましたね。終わる前に今日のレッスンのまとめですよ。単一目的地最短経路問題は、一つの目的地への経路最適化問題です。変の反転により、既存アルゴリスムが使用可能です。ダイクストラアルゴリスムはマイナスの重みに対応不可です。それに幅優先探索は重みなしグラフに最適です。今日のレッスンに何か質問があれば下にコメントしてください。いつも私の動画を見てくれてありがとうございます。それじゃあまたね。バイバイ。